ティーのアールグレイ、そしてエールエルのコロコロワッフルです。では、いただきます。美しい静寂のひとときが作るあなただけの幸福感。フィーリングレッスン、絵本と紅茶で優雅なひととき。小さな湖のほとりに美しい花園がありました。花園は季節ごとにさまざまな草や花が新しい芽を出し、一年中生き生きとしていました。そして大きな樫の根元にはセージの株がありました。6月になるとしなやかな茎に小さな赤い花を次々に咲かせていきます。花園は白い洋館に住むご婦人が管理していました。湖に朝日が差し込むと、洋館のご婦人は草花の手入れにやってきます。それを一番楽しみにしているのがセージでした。セージはご婦人を少女の頃からずっと見続けてきました。おばあさまと一緒に花園を作っている姿を可愛らしく思っていました。毎朝洋館の窓辺には花が生けられ、ご婦人の奏でるピアノの音が花園いっぱいに広がります。でもまだ一度もご婦人はセージの花を摘んではくれませんでした。夏の終わりが近づくと、セージは思いを募らせて一層赤く花を咲かせました。セージは時々蝶々に聞きます。ねえ、僕、きれいに咲いているかしら。もちろんよ。私はあなたのきれいな赤い花が好きだから泊まりに来るの。と蝶々は言いました。どうしたらご婦人に摘んでもらえるの？そうね。もっともっと株を大きくしたらいいわ。と蝶々は空へと舞い上がります。セージはあの窓辺に生けてもらいたいと思っていました。ご婦人がピアノを弾く姿を見てみたかったのです。そうして秋になると、セージは心の伝わらない寂しさとともに6ヶ月もの間休眠へと入るのでした。幾年もの時が経ち、セージの株も大きく成長しました。ある雨上がりの朝、湖は静かに光と風に包まれていました。ご婦人は一人の紳士と花園にやってきました。二人の幸福に湖も木も草花も光も風も熱い思いになりました。次の年の夏、ご婦人には娘が生まれました。午後になると、ご婦人は娘を抱いて花園を散歩するようになりました。セージはご婦人を今までで一番美しいと思いました。それからセージの心は3人の幸福を願う思いでいっぱいになりました。秋になっても寂しくはありません。また会う夏の日にご婦人たちの笑顔を思うと、とても穏やかな気持ちになるのでした。
小さな湖は木枯らしが吹き始めると少しずつ凍っていきます。花園では枯れ草の合間に冬の花たちが凛と咲いてゆきます。そうして静けさが辺りを包んでいく時でした。初雪が湖に舞い降りた朝、悲しい出来事がご婦人の胸をつきました。病を抱えていた夫が天に召されたのです。ご婦人は夜になると菓子の木陰で泣きました。娘には涙を見せたくなかったからです。聖司はご婦人の流した熱い涙を冬の間ずっと感じていました。そして深い悲しみに暮れました。6月になって花を咲かせると、聖司はご婦人の心の暗闇を拭ってあげたいと、より一層赤く赤く花を咲かせました。でもご婦人は悲しい目で聖司の株に涙を落とすばかりでした。聖司は長女に聞きました。どうしたらご婦人を救ってあげられるの？私にはわからないわ。でも嵐のせいなら知っているかもしれないわ、と長女は言いました。ある夜、激しい南風が吹き、静かな湖に波を起こしました。大きな雨粒が木々の葉を叩きつけます。花園の草花はしっかりと土に根を張り、荒れ狂う風に吹き飛ばされないように必死になっています。聖司はしなやかに伸びた茎を大きく左右に揺らしながら精一杯の思いで嵐のせいに話し始めました。どうかご婦人の悲しみを救ってあげる方法を教えてください。南風はゴーゴーと音を立てるばかりです。聖司は叫びながら言いました。このままではご婦人は新しい喜びに気がつくことができません。お願いです。どうかお願いです。すると風と雨が少し弱まり、湖の波も落ち着きました。人の心を救うためには、お前の命を天に捧げなくてはならない。お前にできるかな？と嵐の精は言いました。できます。あの方のためなら。聖司はご婦人を思う気持ちで満たされていました。わかった。それなら教えよう。個人の命日の晩に思いを込めて花を咲かせなさい。お前の思いが炎となって天に届くであろう。聖司は嵐の精の言葉を信じて、命日の晩までたくさんのつぼみを茎に持ち続けました。夏の花の聖司にとってそれはとてもつらいことでした。暑い日差しを浴びて今にも開こうとするつぼみの力を抑えるのですから。フリースタイル絵本聖司の思い前編、作夏野由美子、フラワーデザインみちこ、カリグラフィーみきこ。いかがでしたか？はい、夏野由美子です。絵本と紅茶でフィーリングレッスン。大好きな絵本と紅茶で幸せ気分をいただきましょう。聖司の思いの後編は9月にお送りいたします。8月はタラソティールームのフォトコレクション、1997年に撮影したサントリーニ島の風景です。時空
空を越えて青と白の美しい島へタイムトラベル。ではお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。美しい静寂のひとときが作るあなただけの幸福感。フィーリングレッスン。絵本と紅茶で優雅なひととき。タラソティールーム。